ガジャーファルコンズの千秋です。安藤です。今日はフィリピンで市長を務める、女性が中国人だったっていう可能性が浮上して、さらに、スパイ疑惑が持ち上がっとるっていう話を取り上げていきたいんやけど、この疑惑が浮上しとんのが、フィリピンのマニラの北部にあるバンバン市っていう市の市長をしているアリス・グオ市長のことで、事の発端が、2024年の3月に、警察に摘発された中国人向けオンラインカジノ施設の土地の半分を所有していた、この市長が所有していたことから、中国のとのつながりが疑われ始めて、現大統領のマルコス大統領が、この捜査を指示して、その結果、このアリス市長の指紋が別の中国人女性のものと一致したってことで、中国人の可能性が高いという指摘が入ったと。で、6月にこの指紋を調べた結果、別人のグオ・ファビン氏っていう、別の中国人女性と一致したってことで、別人を名乗っ取ったっていうことがほぼほぼ濃厚で、このグオ・ファビン氏っていうのが2003年に当時13歳の時に、特別投資居住ビザでフィリピンに入国した中国人やったってことだよな。おー、すげえきな臭い話やけどな。そうやな。本人はこの容疑を全面的に否定しとって、私はフィリピンを愛しとる正真正銘のフィリピン人やって言っとんだけど、こんだけ裏が取れとるから、ほぼほぼ中国人女性で濃厚なんじゃないかっていうのと、さっき言ったそのカジノの土地を所有しとったってことで、スパイなんじゃないかっていう話。いや、マジ現代でこういうのが起こるってのがちょっとびっくりなんやけどさ、そもそも素性がどこのものかもわからんように人間が市長まで当選できるっていうのもすごいと思うんやけど、ややこしいのはこれ、フィリピンの名前を名乗ったアリス・ゴーっていうのもまた別でおるんやろ。アリス・ゴー自体は。そう。その人が今どうなっとるのかっていうのちょっとすげえ怖いんやけど。そうやな。アリス・ゴー氏は、その、フィリピン人やったよな、だから。フィリピン人。ややこしいよな。で、その写真とかも公表されとんねやけど、それがもう明らか別人なんよな。今のその、アリス・ゴー市長と。そう。だから本当今の市長は本当誰やねん状態なんさな。誰やねん。この人は、おそらくグオ・ファビンっていう中国人なんやろうな。本物のアリス・ゴー氏は、最悪死んどる可能性すらあるよな。影武者じゃないけどさ、消されたとか。消されたんじゃないの。こういうのさ、灰乗りっていうらしくてさ、背中の背に、車に乗るとかの乗るで、灰乗りっていうんで。灰乗り。で、意味としては工作員や犯罪者などが正体を隠すために実在する他人の身分、戸籍を乗っ取って、その人物に偽装する行為。だから灰乗りしとった可能性が高い。やろうな。アリス・ゴー氏、改めグオ・ファビン氏が。やっぱりフィリピン国内ですごい問題になっとって、ヨーロッパの方やったら、すごい大きなニュースで取り上げとるらしいんやけど、正直日本じゃ、記事はあったけど、そこまで騒いでないっていうか、そんなに話題にはなってない。大ごとにはなってない気がするんよね。っていうのも、日本自体が結構そういうスパイとかに関して甘いって言ったらあれやけど、結構条例としてもスパイ禁止みたいなのは明確にはないんよね。日本はスパイ天国って言われるからな、よく。実際最近はでもあったんやんね、日本も。そう、産総研事件っていうさ、産業技術総合研究所って筑波にある国の研究機関で、中国人の研究者が研究機関の研究データを、中国の民間企業に流出させとったっていう事件があって、逮捕されたのこの中国人研究者は。で、これのやばいのがさ、メールで情報を流出させとったんやけど、メールを送った1週間後に、中国のその化学メーカーが特許を申請しとんのよな。この、流出させた研究データと全く同じっていうか、ほとんど似とるデータという研究結果に対してな。筒抜けやん。まんまスパイやな。そうなんやって。だから、もう経済安保が脅かされとるよな。で、この人の処遇がちょっとどうなったかちょっとまだ俺わからんけどさ、海外とかやったら終身刑とかもう下手したら死刑ぐらいのスパイって厳しくなる国もあるわけよ。そうや。だって、こんなんさ、内容によっては国家の存亡に関わる
からな。いや、本当にそんなレベルになってくるからさ、人事じゃないよな。マジで。まあしかもさ、フィリピンって南シナ海のさ、領有権の問題でもともと中国と揉めとるからさ、確かにな。なんか南シナ海にある島の問題で、もうなんか中国は勝手に南シナ海の領有権揉めとる島にさ、軍事施設とか作ってさ、めちゃくちゃやっとるけど、うん。そんな、なんかまあ敵国とも見れるような国がさ、政治に知らず知らずに介入しとるっていうのが怖いよな。いや、怖いよ。しかもこのフィリピンのアリス・ゴー氏も中国が多分今年の1月ぐらいにフィリピン史上最大のマネーロンダリングがあったらしいんやけど、ほんと30億ぐらいの。うん。それの資金洗浄の胴元になって、そのマネロンしとった奴らと組んどったっていう話もあるぐらいなんよね。普通に犯罪者やな。うん、普通に。そうなんだ。フィリピン政府の、戸籍管理が甘いっていうのもあるんやろうけど、そこまでやってくる中国もやばいよな。そうやんな。あれやんな、この人、選挙の直前とかに有権者登録をしとんねんな。ああ、はいはい。フィリピンは、有権者登録っていうのをせんと、立候補もできやんし、投票にもできやんようになっとって、有権者登録の条件として、生まれながらにフィリピン人であることとか、40歳以上であることとか、直近10年でフィリピンに在住していることっていう要件があるんやけど、この条件にも満たしてないような中国人やったりしたな。しかもこの人、その2021年にバンバン氏の有権者登録して、もう翌年に選挙に出て、当選しとるわけよ。ほんときな臭いし、結構お金が動いたんじゃないかなって。どうなの？なんか日本やったら、そういう結構さ、候補者のさ、出自とか結構なんか調べられるやん。SNS とかでも。いや、調べられるよ。都知事選の蓮舫じゃないけどさ、二重国籍がとか言われてたけど。二重国籍。フィリピンではどうなんやろな。そういうの話題にならんのかな。なんやろな。とか話題になっとっても、それすらも騙せとったっていうか、わからんようになっとったんかもしれんな。どうなんやろな。千秋さんはフィリピンにも行ったことあるやんか。あるな。もう国として結構、あれな、治安が悪い感じな。そうやな。やっぱピリピリした雰囲気は感じる。国としてちょっと未成熟な感じは、やっぱ否めやんな。そうなんや。東南アジアの中でも、結構やっぱ貧しい国ではあるからさ。なんやろ、インフラがあんま整ってないし。俺もそんなイメージやけど。鉄道とかもあるっちゃあるけど、全然街を網羅できてないし、何しろやっぱ銃社会やからさ。銃。いろんなところになんかショットガンを持った警備員がおったり。怖い。緊張感あるな、それ。ショッピングモールに入るのにもさ、荷物検査があったりとかさ。はい。とか、ちょっと、なんか郊外の、なんか商店みたいなところやとさ、もう檻がついとんのよ。売っとるところに。はい。多分強盗対策だと思うんやけど。だから、そういう強盗とか商店が強盗に襲われるような危険が、高いぐらいには、ちょっと荒れとるような感じやな。国としてやっぱりそういうの対策あんましてないんやろな。てか応援案ってのもあるかもしれんな。移民とかいろいろ。そうやな。なんか日本でもさ、いろんな土地が中国に買われとるとかさ。はい。なんか北海道の土地が割れとるとかさ、水源を抑えられとるとかさ。問題もあるから、一言ではないよな、こういうの。確かにな。最近の事件もそうやし。なおかつ、やっぱ中国っていうさ、世界的には結構孤立しとる国や社会主義やしな。一応。そういう国がやっぱ工作員とかを他国にも振り込ませるっていうのは、孤立しとるからこそそういうことをするんやろうけどな。そうやな。情報隔離されとったらやっぱり自ら動いて入手しに行くのかな。でも、あれやな。命がけやな。工作員も。そうやな。中国からしたらもう使い捨てみたいなもんやと思うけど。怖いわ。でもなんか日本で同じようなことがあっても、毅然とした態度を取れる政治家ってあんまおらんよな。おらんと思うで。いや、どうなんだよな、日本。いや、ほんと日本に限ってそんなことがないって言えやんのがちょっと怖いよな。なんかさ、産総研の問題もあったけどさ、その前にもソフトバンクでさ、ソフトバンクの電話基地局の情報を不正に入手して、それをロシアに情報流出させたりしとったっていう事件があってさ、昔。これはな、ソフトバンクの社員が、居酒屋で仲良くなったロシア人に親しくなっ
で、なんかそのロシア人にいろいろ情報を流してしまっとったみたいな。なるほど。で、そのロシア人は、うん。なんか書類送検されたんやけども、すでにもう日本を出とったから、お咎めなしやったんやな。ああ、コンプライアンスの意識の低さが。もうスパイ云々じゃなくて自ら情報流出させとるの、それは。まあでも外国からしたら日本はスパイやっぱ入り込みやすいんやろうな。バレてもお咎めなし。そうやな。しかも、情報公開がすごいからな。舐められてますな。逆に、結構それに敏感ではあると思うけどな、国民は。ああ、そうやな。そういうことに対して、うん他国のスパイとかが。ちょっとでもなんか韓国とかさ、中国とかにルーツがあったりするとさ、やっぱ叩かれるやん。政治家とかだと。そうやな。異常なぐらい叩かれる。都知事選でもさ、石丸さんがさ、中国と関わりがあるんじゃないかみたいなんでさ、支持者に中国人がいっぱいおるみたいな。まあ、ほんまかわからんけど、石丸さんの支持率を下げたい人が、やっとるだけかもしれんけどな。まあだからこういうフィリピンのハイノリも人事じゃないなっていう。いや、人事じゃないな、本当に。ちょっと危機感持った方がいい。危機感持った方がいい。やばいって。本当スパイに対しての法律をもっと迅速に進めた方がいいね。ああ、そうやな。スパイ防止法、昔そういう話あったけど、結局廃案になっとるしな。人権とかそういう言っとる場合じゃなくて、毅然とした態度で。そうやな。国がなくなったら人権も何もないからな。そうそう。クソもないから。他国にいい顔するんじゃなくて、やっぱり日本国民をまず守ってもらえな。外国のそういう脅威には毅然として立ち向かっていくべきやな。そうやな。っていうなんか、ちょっと右寄りな意見を言ってしまったけど。一日本国民の意見です。一応このチャンネルはまあ、中立を保ちたいと思ってるから。右でも左でもなく。まあ、そういう感じで今日はフィリピンで市長を務める女性が中国人だったっていう疑惑が浮上しているっていう話題を取り上げてみました。ありがとうございます。はい。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新しているので読んでくれたら嬉しいです。